ロボットプログラムを記述する方法を説明します。Python スクリプトでロボットプログラムを記述し、動作を制御します。パート1では、ロボットを指定した位置に移動します。E カタログのタイプ別モデル、ロボッツ、三菱エレクトリックを開きます。RV13FL を追加します。モデリングタブを開きます。動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを作成します。プログラムタブを開きます。プログラムエディターのサブプログラムに Python スクリプトを使用して、ステートメントやルーチンを追加します。3行目以下のソースコードは不要なため、削除します。コンプ、イコール、ゲットコンポーネントと記述し、Python スクリプトを設定しているコンポーネントを取得します。ロボットエグゼキューター、イコール、comp.findBehaviors by type と記述し、コンポーネント内の指定したタイプのビヘイビアを取得します。モデリングタブを開き、コンポーネントグラフウィンドウのビヘイビアを確認すると、エグゼキューターがあることがわかります。今回は、ロボットのエグゼキューターを取得するため、VC_ロボットエグゼキューターと記述します。ロボットエグゼキューターを使用すると、ロボットプログラムの読み出しや書き込み、実行ができます。findBehaviors by type は、対象のビヘイビアをリストとして取得するため、0と記述し、0番目のエグゼキューターのみ取得します。プログラムタブを開きます。サブプログラム、メインにステートメントを追加します。ロボットプログラム、イコール、ロボットエグゼキューター プログラムと記述し、ロボットプログラムの情報を取得します。メインルーチン、イコール、ロボットプログラムメインルーチンと記述し、メインルーチンの情報を取得します。ステートメント、イコール、メインルーチンアドステートメントと記述し、メインルーチンに指定したステートメントを追加します。今回は、プリントステートメントを追加するため、VC_ステートメント_プリントと記述します。ステートメントメッセージ、イコール、ハローワールドと記述し、プリントステートメントで表示するメッセージをハローワールドにします。コンパイルボタンをクリックします。サブプログラム、メインを確認すると、ハローワールドというメッセージのプリントステートメントが追加されていることがわかります。プリントステートメントの前に遅延を追加します。ステートメント、イコール、メインルーチンアドステートメント、VC_ ステートメント_ディレイと記述し、遅延ステートメントを追加します。遅延ステートメントをプリントステートメントの前に追加したいため、0と記述し、0番目に追加します。番号を指定しない場合は、各ステートメントの一番後ろに追加されます。ステートメントディレイ、イコール、2.0 と記述し、2秒間遅延させます。コンパイルボタンをクリックします。サブプログラム、メインを確認すると、一番初めに遅延ステートメントが2秒間追加されていることがわかります。プリントステートメントも再度追加されていることがわかります。ステートメントが再度追加されないように Python スクリプトを修正します。ステートメントを追加する前にメインルーチンを削除します。メインルーチンクリアと記述し、メインルーチン内のステートメントを削除します。コンパイルボタンをクリックします。サブプログラム、メインを確認すると、メインルーチン内のステートメントが削除され、追加したステートメントのみ表示されていることがわかります。ステートメントを追加し、ロボットを動かします。ステートメント、イコール、メインルーチンアドステートメント、VC_ ステートメント_ PTP モーションと記述し、各軸保管ステートメントを追加します。各軸保管ステートメントは、ロボットの位置を記録し、
ジョイントの値を補完して動かすことができます。角軸補完ステートメントや直線補完ステートメントを追加する場合は、デフォルトで位置が設定されています。デフォルトで位置が設定されていることを確認するため、プリントステートメント .positions と記述し、位置を出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。サブプログラム、メインを確認すると、PTPP1 という名前の角軸補完ステートメントが追加されていることがわかります。出力ウィンドウを確認すると、角軸補完ステートメントの位置がリストで表示されています。PTPP1 を選択すると、ロボットがデフォルトで設定されている台座の中心の位置に移動します。シミュレーションをリセットします。PTPP1 に移動先の位置を設定します。プリント関数は不要なため削除します。ポジションイコールステートメント .positions 0と記述し、PTPP1 のデフォルトの位置を取得します。デフォルトの位置は、ロボットの台座の中心を原点とした座標系で取得しています。移動先は、ワールド座標系で指定するため、ワールド座標系における位置を取得します。POS アンダーラインマトリックスイコールポジション .position in world と記述し、ワールド座標系におけるデフォルトの位置を取得します。ワールド座標系がどのタイプで取得されているか確認するため、プリント POS アンダーラインマトリックスと記述し、位置を出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、位置がマトリックスで取得されています。マトリックスとは行や列のことです。オブジェクトの位置や方向が行や列で取得されていることがわかります。デフォルトの位置を基準にして移動先を X、Y、Z 軸のマトリックスで相対的に指定します。プリント関数は不要なため削除します。POS アンダーラインマトリックス .translate と記述し、デフォルトの位置を基準にして指定した位置まで移動します。X 軸方向に 1000mm、Y 軸方向に 0mm、Z 軸方向に 1000mm 移動します。ポジション .position in world イコール POS アンダーラインマトリックスと記述し、移動先の位置をワールド座標系に変更し、新しい位置として設定します。コンパイルボタンをクリックします。PTPP1 を選択すると、ロボットが新しい位置に移動します。今回はロボットの台座の中心に原点があったため、X が0プラス1000で 1000mm、Z が0プラス1000で 1000mm に位置が設定されたことがわかります。ロボットの先端を確認すると、プラス Z 軸方向を向いています。ロボットの先端がマイナス Z 軸方向を向くように設定します。ロボットの位置設定の後に回転を設定します。POS アンダーラインマトリックス .rotate Y180.0 と記述し、Y 軸を基準に180度回転します。コンパイルボタンをクリックします。PTPP1 を選択すると、ロボットの先端がマイナス Z 軸方向に向いていることがわかります。パート1の説明は以上となりますが、ファイルを保存する場合は、オンラン関数やオンスタート関数を作成し、4行目以下のソースコードを入れてください。関数を使用せずにファイルを保存して再度開くと、コードが実行されますが、コンポーネントのすべての情報を即座に読み取ることができずエラーが発生します。そのため、オンラン関数やオンスタート関数を使用して、ファイルを読み込む際にコードをすぐに実行しないことでエラーを回避できます。一括でインデントを入れるには、インデントを入れたい行を選択し、タブキーを押します。ロボットプログラムを記述し、ロボットを指定した位置に移動する方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。